はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は FF がようやくやってきて、はい。もう第2回ぐらい。まあそうですね。ようやくFF に追いつくことができまして、でき始めましたね。はい。もう終わっちゃいます FF まだ始まってすらないのにようやく追いついたか。じゃあようやくここまで来ましたね。はい。大変でした。タルキールとかいろいろありましたけど、そうですね。霊気走破までやっててみたいな。そうですね。なんか霊気走破あたりがちょっと遅れ始めちゃったんでね。最高速度に達したんで、はい。で今日は FF をやっていきます。はい。今日はライオンさんに FF をお願いします。はい。過激な淑女シャントットになります。はい。これ FF いくつですか？これわかんない。11かな。実は下に書いてあるんですよね、ここに。あ、そうなんですね。あ、本当は書いてあるじゃないですか。そう知らなかったです。そう、僕も最近知った。はい。そうなんですね。まず能力を説明させていただきますと、はい。イゼット3マナ、またイゼットですかと。はい、もう大好きなんで。はい。の04です。で、あなたがクリーチャーでない呪文を一つ備えるたび、ターン終了時までこれは X0 の修正を受ける。X はその呪文を唱えるために支払われたマナ総量の点数に等しい。うん。で、X が4以上ならカードを1枚引く。はい。ということで、どういうことですか？どういうことですかと。はい。まあ、とにかくクリーチャーじゃない呪文で、かつマナというか、支払うマナが4以上のカードをいっぱい使った方がお得になるよねっていう、まあ、カードですね。なるほど、なるほど。はい。でパワーが上がるんですね、これ。パワー上がります。やばいっすね。まあ、もうパワーどんどん上げて、まあ、最終的にはもう本当にパワー21以上上げるような、まあ一応構築にしてるつもりです。殴りジェネラル的なね。まあ殴るかどうかは実は分かんないんですけど。なるほど、殴んないかもしれない。殴らずに行く可能性もあるんですけど、まあ一応殴ることをもう想定してます。なるほど、なるほど。はい。じゃあどんな感じになるか、またこのアリーナの画面でやっていこうかと思うんですが。はい。はい。まずとにかくこの、ちょっとテキストがちょっと特殊で、支払わないといけないんですよ、マナを。はい。だからマナ軽減とか実はできなくて、だから、まあ、とにかく一回めっちゃマナが出る状況を作らないといけないと。なるほど、なるほど。はい。っていうことで、宝物を出すカードが結構入れないといけないのかなと思ってて、このカラーリングだと。はい。で、まあ、一攫千金とかも、まあ、これも別にいいと思ってるし、宝物出しますよね。あと、まあ、このビッグスコア関連の、これもう全部同じカード。なんですけど、これ全部4マナなんで、これ1枚捨てて2ドロープラス宝物2個なんですけど、シャントットいればプラス1枚ドローできる。ああ、確かに。で、宝物2個確保できるんで、次いっぱいマナが出るようになるみたいな。この手のカード結構ありますよね。そうそうそう、これ3枚あるんで、で、それ以外にも確かあるとは思うんで。青にも確かもう1枚あったと思います。そうそう。そうなのか。青にもある。青にもあるんですよ。みたいな感じのカードで、まずは一旦宝物を貯めるターンみたいな感じを作っていきますと。で、またイゼットかって話があったんですけど、前にやったアラニアっていう投資者いたじゃないですか、僕紹介させていただいた。あれにかなり近い構成になっていて、実は。で、あの時にも紹介したんですけど、ウィザードとかインタントソーサリーを唱えた時に誘発する効果が倍になるみたいなカードがあるんですよ。ベイランとか超音振動みたいな。で、そういったカードを入れると、プラスになる効果も2倍になるし、ドローする効果も2倍になるんで、パワーが倍に増えていくと。なるほど、なるほど、なるほど。で、そういったカードも入れた方がいいです。まあ、詳しくはそっちのね、動画もぜひ見ていただければとは思うんですけど。確かに、確かに。はい。で、あと、それ以外にも、まあ、マナーがどんどん増えていってほしいっていうことで、まあ、例えばビルギみたいな。ビルギね。もうこれ呪文唱えるたび悪魔が出るじゃないですか。みたいな感じで、まあ、下の能力は関係ないんですけど、なるほど、なるほど。まあ、とにかく呪文唱えたら赤マナ出るぞとか、あと、これ、裏ブラスクもこっちも一緒です。確かにそうですね。インスタントソーサリーで赤マナ出るんで、まあ、そういう、まあ、チェイン役みたいな感じで。で、あと、マナ増やす役で、ヤヤバラード、これも実はインスタントソーサリー用のマナが増やせるっていう。これは知らなかったですね。なるほど、そうなんですね。これね、を加えるで、検索かけて、
赤マナ3つも出るやんこいつ。いやいや、あ、そうなんすね。確かに確かに、そうただ維持できるかどうかがやっぱプリン増加なんで難しいかもしれないんで、しかも EZ だとちょっと維持するのはかなり難しいんじゃないかっていうことになりますよ。なんでまあちょっと分かんないんですけどね、使えるかどうか、ただ一応マナが増えるっていうことで入れてみようかなっていう感じです。なるほど、はい、はい、で、はい、あと、はい、まあここから、まあ、マナを増やすっていうよりは、はい、まあちょっとつなぎ役みたいなところの紹介なんですけど、まず巻き直し、これカウンターなんですけど、はい、4マナで土地4枚アタックするんですよ。だからフリースペルでかつ4マナ以上で、はい、インスタント操作に、はい、ってなるとこれぐらいしか正直ないんですけど、これ使うとワンドローできるんで。ああ、そういうことか。そう、これクリコマなんですよ。なるほどこれクリコマだと。そう、クリコマでしかも土地4枚アンタップできるっていう、だから他の4マナのさっきのビッグスコアとかみたいなカードもその後打てるんで、これ4マナぐらいの呪文を唱えながら殴っていくんですか、これは。いや、もう基本的に最初は、はい、決めるまでは、はい、ドロー源として使うイメージですね。もちろん殴ってもいい、空いてるところは積極的に殴ってもいいし、多分それなりに火力は出るんですけど、はい、まだ無害なんで、パワーゼロなんでって言っていやドローしてるだけなんでこれちょっともう一回テキスト見ていいですか。あ、はい、どうぞどうぞ。これまずクリーチャーダイ呪文を唱えるたび、ターン終了時まで X0 の修正で、X はその呪文の払われた点数に等しいなんで、4唱えても4修正にしかならないですよね。そう、4修正しかならない。だから、まあ、とにかく、ドロー源としてしか今のところは使ってないということは合ってますか。合ってます、合ってます。合ってますよね。まずここのところまではドロー、基本的にはドロー源。特にインスタントでカウンターなんて相手のターンでしか打たないんで。確かに確かに。あんま自分の相手のターンにパワー上がっても嬉しくはないみたいな。まだは何も起きるか分かんないですよね。そう、まだ何も起きない。はい、で、あと、はい、あ、そっか、呪文詐欺っていうカード、一応これも本物いっぱい出る可能性がある、はい、実質マナドレインみたいな実質マナドレイン、はい、まあカードだったりとか、はい、あとまあ大規模にマナ出す説明接続の報奨、まあこれも本物いっぱい出るじゃないですか。はい、とにかく、まあ、いっぱいまずはマナが出る体制を整えるっていうところがこうドローしながらね、はいはい、作っていくと、はい、でいっぱいマナ出たままでどうするかっていう問題があると。そう、はい、でフィニッシュの話に徐々に入っていくんですけど、はい、アイレン・クラークの妙義、はい、これ4マナで7マナ出るじゃないですか、はい、でこれからなんかまあこれまでに、とにかくまずはいっぱいマナ使って、はい、宝物とか使って、はい、チェインした後に妙義打つんですよ、はい、でその後にフルスロットル打つんですよフルスロットル打つとどうなるんですか。どうなんですか。まあアイレンクラックから繋いだらまず間違いなく 4+6 で10プラス10プラス10修正は確定してるじゃないですか。なるほど、でもし例えばですけどさっきの2倍にするウィザードの能力2倍にするみたいなやつがいたら20修正入ってなるほどパワー21ぐらいになってる状態で3回殴る。なるほどなるほど、面白いですね。ってことができたらまあ勝つよねみたいな。面白いですね。とにかく1回マナがいっぱい出るターンを作ってそこで一気に決めに行くっていうのが一旦自分の考えてる構成です。なるほどなるほど。でフルスロットル以外にどんなカードっていうと、まあやっぱチャンドラの火の目がね、これパワーに等しいダメージでかつ能力が唱えた時に誘発するんでパワー上がってからチャンドラの火の目覚めちゃんと解決されるんですよ。なるほど、そうなんですね、なるほど。なんでちゃんとパワーが5上がってワンドローしてからチャンドラの火の目覚めが打てると。なるほどね、面白いですね。であとエンバルスの宝剣懐かしいですねこれ。宝剣、これダブストトランプルプラ1修正の6マナの装備品なんで。6マナだからってことですか。そう、まあこれコスト減っちゃうんで、なるほど、もしかしたら4より減っちゃうとか可能性はあるんですけど、まあそれでも十分、なんかいきなりパワー4上がってプラス1プラス1でパワー5上がって2段攻撃トランプルでいきなり1人死ぬみたいな。僕のイメージだと、その2段攻撃トランプルっていう呪文が結構あるじゃないですか。ありますね。例えばティムールの激闘とかあるじゃないですか。まあ他にもパワー2倍とかいっぱいあるんで、そっち系で殴って、そういうのも入れるんですね。そういうの入れるんですね。まあ代表がちょっとそこら辺2マナとかになっちゃう。4マナ以上でできるだけ紹介したけど。なるほどなるほどなるほど。まあこれも4減っちゃうかもしれないですけどね。なるほどなるほど。
すごいですね。でそうすると見つけられたのがまあ一応自分の中ではこれぐらいかなっていう感じで、3マナかなんかで確かあったと思います、ね、3マナだと言うはずしないんですけど確かにそういうことか。まあ一応ね、いやでも全然入れていいと思うんですよ。入れてもいいですよね。いや別にパワー上がるのは4以上じゃなくてもいいんで、だから2倍にするとかだったら全然勝ちに行くときは別にそこ無視していいと思ってるんで、いいかなとは思うんですけど、まあ、こういった感じのカードを使って勝ちに行けますよと。なるほど。あとまあちょっと違うんですけど、パストインフレームからも多分チェインして勝てるんじゃないかなって気がするんで、いっぱい唱えてと、そうこれすごくて、4マナで唱えた後にフラッシュバックして、フラッシュバックもこれ4より上なんで、なるほど、唱えるとすごいですね。まあ一応誘発するんですよ。そうっていうので、まあとにかく一旦マナをいっぱい出します、でドローして、アド取ります、で最後の最後に溜め込んだ宝物とか、マナとかを全部叩きつけて、いっぱいパワー上げて、何かしらでフィニッシュするっていう、まあそんな感じの構成に今回してます。面白いですね。まあそんな感じのありますよね。結構フラッシュバックも結構相性いいんじゃないかっていう。そうですね。まあ本当にいろんな構築実際できると思ってます。はい。全然ねこんな関係なくもっとテーマ駅のチェインするようなデッキとか作ってもいいと思いますし、確かにはい、めちゃくちゃイゼットっぽいですね。そうでこっからちょっとイゼットっぽくない話していいですか？いいですよいいですよ。ちょっと余談なんですけど、前に、これどんなカード見でなんか昔変なカード紹介した回あったじゃないですか。ありましたね。あの時に、ヒルのサイクル紹介したの覚えてます？ヒルのサイクル？1マナ13だけどコスト増えるみたいな。このデッキ、コスト増えると嬉しかったりするんですよ。なるほど。だからワンチャン、なるほど、まあ多分、普通にやったら入んないけど、まあ2とかだったら自分のコスト増やすカードを入れても、もしかしたら面白いかも。確かにな。まあみんな嫌だと思うけど、アメトゲとか。イベントって絶対アメトゲ出されたら嫌じゃないですか。逆に出しちゃうみたいな。逆に出しちゃうみたいな。そう。なるほどね。そう。みたいなことも一応ありで、3マナの呪文が4マナになるとワンドローできるんで。ありかもしれないですね。なんか防御の攻防とか。防御のまあ確かにそうですね。っていうことっすよね。まあそうですそうです。そういうことをして。なんか自分のマナコスト増やしてこれ4以上になったって言って相手がサリア出して「おラッキー!」みたいな。でも確かに上の卓4とか5とかじゃなければ、1コス増えても別になんかそんなに問題はないような感じにはなるじゃないですか。そうまあイゼットの方向性とは真逆なんですよね。普通イゼットってマナ軽減して呪文オリハーってじゃ焚きつけるデッキなんですけど、逆に大味にしてでかくしてみたいな。相手のターンに例えば打ち消し構えられないみたいな、ためにそういうのってあると思うんですけど、そういうこともカジュアルタクだと、まあ、別に打ち消し構えてなくてもいいかなぐらいの、まあない今打ち消しがないぞっていうのが分かるっていうのはかなりちょっとリスクではあるんですけど、まあ、かなりあるかなないかなぐらいの確率が減るっていうのは、大したリスクじゃないんで、面白いかなと思います。最後に面白カード1枚あるんですか？言っていいですか？なんですか？FF のカードなんですけど、シャントとフレーバー見ると、あらブチ切れますわよって書いてあるんですよ。書いてある。そうでこれなんか調べたんですけど、実際原作にもあるセリフらしくて、あら私ブチ切れますわよって書いてある。で、なんかすげえなって思って、で FF に自爆ってカードがあって、ありますね。あらブチ切れますわよってやって自爆したら面白いかなみたいな。投げ飛ばしみたいなやつですね。投げ飛ばしで別に投げ飛ばし相性悪くなくて、なるほどなるほど。パワー上げて投げ飛ばせば一人ワンチャンしてるから。発生源こいつですか？あれどうだったっけそれ。なんか発生源がこいつの場合のその呪文もありますよね。ありますありますありますよね。それが面白いなと思って。そしたら逃走したダメージにはならないか。戦闘じゃないから。そうそれはならないですけど、でもあれ投げ飛ばしと違って一応ちゃんと、なんていうんですか、解決されるまでちゃんと場に残るから、ちゃんとパワー2上がってから一応なるほど。面白いですね。ブチ切れて多分ね調べた感じだと自爆するようなキャラでもなかったけど、なんかブチ切れて自爆って面白いかもなって思って、いやありかもしれないですね。ちょっと紹介させていただきました。なるほど。
まあこんな感じです。まあそんな感じで、はい、FF のシャントットが、ようやく追いつきましたんで、はい、皆さんもぜひ FF 楽しんでやってる、多分これが公開される頃にはもう発売されてると思いますので。ああ、そうか、確かにそうです、ね。はい、だから、まあ、FF 楽しんでやっていきましょうということで、もうこれからもう逃走者の紹介がほぼ FF になると思います。しばらく FF しばらくかもしれない。しばらく FF だと思いますんで。伝説クリーチャーめちゃめちゃ多いですからね。もうずーっと FF やってると思うんで、バルダナーズゲートと同じぐらいガムの味がするかもしれない。確かにそれはそうかもしれない。はい。ガム噛み続けると思いますんで、よかったら高評価、チャンネル登録、その他いろいろお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。